はいどうも、ビバです。今回はアクアリウムで多くの人が使っているであろうあの商品をちょこっとだけ使い勝手よくするアイテムを紹介します。まず皆さんがよく使ってるアイテムというのは水槽のメンテナンス用品として有名なプロホース。これは水槽の底に敷いてあるソイルだったり砂だったり、この低床の掃除をしながら水槽の水替えも一緒にできるというとっても優れた商品。アクアリウム界ではロングセラー商品となっています。ラインナップも小型水槽用と大きな水槽用の2サイズ。このパイプの長さの違いも含めると S、M、L の3タイプがラインナップしています。多くの人が使っている通り、ほとんど火の打ちどころのない使い勝手のいい商品なんですが、先日ジェックスさんからこれのライバルになりそうな商品も発表されてましたね。あちらは2024年の2月に発売予定ということなので、とっても楽しみなんですが、今回はこのプロホースについてちょっとだけ使い勝手を良くするアイテムを紹介したいと思います。さあ、このプロホースなんですが、水槽の中にパイプ部分を入れて、頭のポンプを何回かプッシュしていくと、2つついてるシリコン弁がいい感じに働いて、水がホースの方に流れて、こんな感じでホースの先から排水が始まります。とっても便利な商品なんですけど、リバーカー的に2つ使いづらいなという点があります。まず1つ目は、作業中ずっとプロホースを持ってないといけない。これはプロホースが掃除用品なので、当然低床掃除する際は掃除したい箇所にプロホースを動かすのでずっと持ってることは問題ないんですけど、低床掃除をしないで水替えだけしたい場合、正直水替え終わるまでプロホースをずっと持ってるのはなんか辛い。できれば手放しで他のことをやっていたい。もちろんこんな感じでプロホースを置いちゃえばいいんですけど、特に水草水槽とかだと前傾層にプロホースが突き刺さっちゃって水草が潰れちゃう場合もあります。こういった低床とかソイルの場合でもパイプが一箇所にずっと留まるので、ここだけ掘れちゃうっていうこともあります。なのでプロホースの悩ましい点1つ目、水替え中プロホースをずっと手で持ってないといけない。2つ目は、このバケツの水を作業途中に捨てに行くことができないこと。例えば60規格水槽だと3分の1換水する際に15リットルぐらいの換水量になります。このバケツ10リットルなので、最低でも1回は水を捨てに行かないといけません。当然バケツ何個か持ってれば解決するんですけど、使えるバケツが1個しかない場合は、一旦作業してるプロホースを引き抜いて、バケツにつけてるこのホースも取り外して、一旦プロホースを別のところに置いて、バケツの水を捨ててくることになります。作業中にいちいちプロホースを水槽から取り外すのはちょっとめんどくさいですよね。もちろんこの排水中のホースの先端を指で押さえて、これを水槽側に持っていって、水槽の中に排水部分を突っ込んじゃう。一応こんな解決法もあります。ただ見てわかる通り、ちょっとクリップが不安定なので、万が一これビヨーンと外れてしまって、ホースの先端が下に落ちた時にサイフォンの原理で一気に水が流れ始めるので、万が一の事故は心配。先日紹介されたジェックスさんの新商品では、本体部分にクリップがついていて、水槽に固定することができたり、流量をゼロに絞ることもできるので、先ほどの万が一の事故とかも防ぐことができそうです。いろいろ考えられてる商品っぽいので、発売されるのがすごい楽しみなんですけど、ビバアクアはなんとか自力で水作プロホースを使い勝手良くしたい。ということで、こんなアイテムを作りました。なんか漢字の出るみたいですね。これを使うことで、ビバアクアが気になってた2つのポイントをクリアすることができます。このデルパーツ、今適当にデルパーツって名前つけちゃったんですけど、このデルパーツは見ての通り、ここにプロホース ML のパイプを固定することができて、こちらはプロホース S のパイプを固定することができます。そしてこちらは排水側のホース、これを引っ掛けることができます。デルパーツの裏側は溝が入っていて、この溝は幅が5ミリ。ということは水槽のガラス面にぴったりと引っ掛けることができます。すげえぴったりだなこれ。精度がいいですね。これ 3D プリンターで作ってるので、この溝を6ミリとか8ミリとかに変えれば、いろんな水槽に使うことができます。さあ、これでビバアクアが気になってた2つのポイントをクリアすることができるんですが、実際に使ってみます。まず、水替え時にずっと手で持ってないといけないプロホース。これをこのパーツに固定することができる。いいんじゃないでしょうか。しっかりと固定されている。高さもある程度しっかりと固定できますね。
ちょっとバランスが悪いとパイプが外れちゃいそう。これはもうちょっと設計を詰めないといけないか。このパイプ内の水と本体内の水、あとホースの引っ張り、これでだいぶバランスがシビア。ただしっかり低床から浮かせて固定できているので、水替え時に手放しにできるっていうのはありがたい。そしてこちらの排水、これをデルパーツに引っ掛けて固定することができます。まず指で押さえて、これを持ってきます。プロホースはサイフォンの原理で排水をしているので、先端が水面より出れば指を離しても水は出てきません。これが水面より下がると、こぼれてる。床がちょっとびしょびしょだ。とにかく水面より下げなければ大丈夫なので、ガラスの縁に引っ掛けてあるデルパーツに塗水口のホースをはめ込む。オッケー。ちょっと床だけ拭かしてくださいね。はい、こんな感じでバケツがいっぱいになったら、ホースの先端をデルパーツに引っ掛けて、あとはこのバケツの水を捨ててきて、バケツを空っぽにしたら、もう一度この塗水パーツ、これを取り外して、先端しっかり押さえて、これ大事。しっかり押さえて、バケツ内にセット。あとは指を離すと、排水が再開されます。これはすでにプロホースのパイプや本体、ホースの中に水が満たされているので、この指を離すだけで排水は再開されます。あとはクリップをつけて、これいいですね。手放しで水替え。プロホースの拡張パーツ。デルパーツ。デルパーツ意味がわかんなくなってきた。形が漢字のデルに似てるからデルパーツ。これちょっと水作さん出してくんないかな。というわけで今回は水作さんのプロホース、個人的にちょっと使いづらい点を 3D プリンターで作ったデルパーツで改善してみたという動画でした。実際に使ってみるともうちょっと改善するべきところはありましたね。例えばこのパイプを固定するクリップ、もうちょっとアーム長くて良さそうですね。あとこの厚み、もうちょっと厚くすれば水が入って重たくなったプロホースの重さにも耐えることができそうです。こんな感じで色々と自作できる時代なので、ものづくり好きな方はぜひ 3D プリンターとかチャレンジしてみたら面白いことになるかもしれません。当チャンネルではアクアリウムの既製品の他にこういった自作アイテムも紹介していますので、もし興味のある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。正直こういったパーツ使わなくても自分の工夫次第で色々と使い勝手は良くなるとは思うんですけど、色々創意工夫していくのは面白いですね。ついでにこれも紹介します。プロホース収納ボックス。勘のいい人はすぐわかると思うんですけど、無印のファイルボックスに無印の仕切りスタンド、これを入れただけ。一応中には雑巾を入れて水分を吸い取るようにしています。プロホース何個か持ってるとホース同士絡み合っちゃうので、仕切りの中に入れておくと取り出しやすくなります。あとこれは何回か紹介している無印のお掃除グッズ。これはセリアで買ったケースですね。無印でも同じの売ってます。これを横にかけておくだけ、すっきり収納できていいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。